はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日は、今夜なんですけど、ちょっとお腹が空いているので早めに話したいと思いますはい、今日もねちょっとリクエストをまたいただきましたので、こちらについて答えていきたいと思います。今日のリクエストは、日本の決済方法について、はい、こちらリクエストありがとうございます。決済方法って何ですかって話なんですけど、簡単に言うと支払い方法ですね。お金の払い方になります。そのリクエストくれた方によると、どうして日本はその現金で払うことがまだ多いんですか？どうしてキャッシュレス言えないキャッシュレスじゃないんですかという質問でした。確かに日本って現金なんだよね。はい。日本に旅行に来たことがある方はわかると思うんですけど、日本ってまだまだ支払いの時に現金を使うんですよね。現金大好き現金大好きって言うとちょっとなんか、違う、なんかやばいお金が好きな女の子みたいなイメージですけど、現金が好きなんですよ。調べました。なんでかなって。はい。今ちょっと調べたところ、2021年のね、データになるんですけど、日本のキャッシュレスのパーセントは、なんと2020年で 30%。少なくないって。少なすぎるっていうことは 70% の人がまだまだ現金で支払いをしているということです。はい。コロナなのに。ね。そうなんですよ。でもちなみに2010年は 13%。で、2020年は 30%。なので、10年で 15% ぐらい増えた。少なくない？どうしたの日本。ねえ。なんかデジタルとか得意じゃん、日本って多分。得意そうじゃない？じゃあなんでね、こんななっちゃってるのかというと、まずどういう支払い方が多いのかというと、ほとんどはその現金。紙のお金、コインのお金で払っています。あとは、クレジットカード決済っていうのが 25%。はい、クレジットカードですね。で、デビットカード決済は 0.8%。デビットカードはね、ほぼ見ないですね、日本では。はい。結構私がカナダに行った時、結構前ですけど、2015年とかは、デビットカードを使ってる人結構いた気がするんですけど、日本ではほぼ見ないですね、デビットカードは。はい。で、電子マネー決済が 2.1%。2.1% は少ねえ。でも、電子マネー決済って何ですかって思うかもしれないんですけど、日本では、電車に乗るときに、スイカとかパスモっていう名前の、なんていうの、交通系カードみたいなのがあるの。そのカードを使って、チケットを払うんだけど、東京ではスイカとかパスモを使うんだけど、地方によって名前が違いますね。関西だとイコカ、九州だとスゴカ、とりあえずカがつくね、全部ね。スイカ、イコカ、スゴカ。同じように電子マネーになります。はい。で、結構ね、スイカでコンビニで支払う人も多いですし、あと自動販売機も全部スイカで払ったりとか、スイカ決済はかなり多いと思います。2.1% なんだけどね、めちゃくちゃ少ねえわ。はい。意外です。あと QR コード決済が 1.1%。めちゃくちゃ少ないですね。QR コード決済。はい。ということで、ほぼほぼキャッシュレスの支払い方はクレジットカードが 25% がほぼということですね。ちなみに海外と比べると、お隣の韓国、はい、日本が 30% に対してお隣の韓国は 96% ですね。ほ
ぼ 100% やん。すごっ。イギリス 68%。はい。中国 65%。オーストラリア 58%。カナダ 56%。日本 26%。はい。めちゃくちゃ少ないですね。まあ、アメリカもね、確か 60% ぐらいだった気がしますね。意外ですね。意外に低い。私結構もう 80% ぐらいみんな言ってんのかと思ってた。イギリスとか。そう。韓国が 96% がやばいね。なんでこうなった？じゃあ教えてほしい。韓国はなんでこんなキャッシュレスが進んだのか教えてほしい。逆に。はい。で、まあなんで、その日本でキャッシュレスが進んでないかというと、一番大きい理由っていうのは、まあキャッシュレス決済を使った時に、お店側が支払う手数料っていうのが高いんですって、日本は。はい。お店側がもうキャッシュレス OK ですよって言っても手数料取られるんですよね。お店側が。クレジットカードを使う時とかも。で、その時に最大で 7% のお金が取られてしまうんだって。高いね。7% だったら全然お店入れたくないよね。キャッシュレスの支払い方。で、結果的に、その、キャッシュレスの支払い方が使えないお店が多いから、キャッシュレスも結局、進まない。はい。っていうことです。はい。なので大きな原因は、キャッシュレスをする時の手数料が高すぎるから日本は進んでないんだって。まあなんで高いかというと、まあ普通に通信料、ネットワークを使う通信料っていうのが日本が高いらしくて、で、手数料も結局その通信を使いますので、高いということになります。なるほどね。まあ、あとは、現金支払いでも特に不便を感じていないって人も結構多い。あとはセキュリティの不安ですね。なるほどね。そういう理由です。はい。答えはね。はい。とはいえ、コロナになりまして、この2022年はかなりこの QR コード決済っていうのが注目されていて、かなり増えていると思います。はい。QR コード決済っていうのは、QR コードを出して、そのコードをピッて読み取って、支払うんですけど、日本に住んでる方は知ってると思います。よく CM とかでもよくやってるんですけど、PayPay とか LINEPay、楽天 Pay、ペイ、ペイ、ペイって何でもペイペイつければね、いいと思ってんのかなって話ですけど、ペイってつけるものはだいたい QR コード決済になりますね。はい。私は、ちなみにほぼペイペイです。ほぼペイペイ。もうペイペイで全部ペイする。ちょっと意味わかんなくなっちゃうね。ペイペイでペイしてます。はい。コンビニもそうですし、スーパーもペイペイだし、ネットで買い物するときも、ペイペイが使えたらペイペイで払いますね。はい。私結構ね、QR コード決済がもうほとんどかと思ってたの。私は普通によく使うから QR コード決済。QR コード決済が使えなかったら普通にクレジットカードとか、あとクイックペイとかね。私は iPhone ユーザーなのでクイックペイ、Apple Pay みたいなの使いますけど、確かに友達に聞くと、ペイペイ使ってないとか、QR コード決済使ってないとか、クレジットカード使わないって人結構いるんですよね。意外。なんで現金がいいのって本当に思うんだよね。だってめんどくさいじゃん。現金っていちいち ATM に行って引き落として、で、私汚いじゃん。現金って。汚いから触りたくないし、なんか財布を持つのもめんどくさいしさ。絶対キャッシュレスの方がいいと思うんだよね。特にこのコロナの時代は、やっぱり、その、ね、なんていうの、衛生的にも現金は良くないと思うので、私はもっとキャッシュレスをどんどん増やしていくべきなんじゃないかなと思うんですけどね。でも、これからどんどん増えていくと思いますよ。かなり、東京ではね、かなり、その QR コード決済とか、電子マネー決済、スイカ決済、クレジットカード決済っていうのがかなり進んでいて、できませんっていうお店はかなり減ったと思いますね。でもね、たまにね、ランチタイムで、ランチのお店で使えないところ多いんだよね。多分それは、その、手数料が高いからだと思う。ランチってだいたい1回1000円とか2000円ぐらいでしょ。それでクレジットで払って7%、
のお金が引かれてしまうと、やっぱお店側は利益が少なくなっちゃう。でも夜ご飯とかだと、1万円とかみんな使うから、7% 引かれても、まあっていう気持ちになるのかもしれないけど、よくわかんないけど、とりあえずランチタイムはね、現金のお店はまだまだあると思いますね。はい、そんな感じです。ですので、これからね、多分日本に来る人も増えると思います。今、1日7000人の人が、外国から日本に入れるようになってるので、もし日本に次来る方っていうのは、クレジットともちろん現金をね、用意しておいた方が私はいいと思います。はい。日本に住んでる方は QR コード決済を私はおすすめしますね。はい。っていう感じ。あと、個人的に私が思ったこの日本のキャッシュレス化が進んでない理由は、日本人って現金が好きだと思う。なんか現金で持ってることがすごく好き。だと思うね。例えば日本人はめちゃくちゃ貯金が好きなのよ。そう。株とかやってる人、株で投資したりとかしてる人とかほぼいないのよね。みんな現金で持ってるの。銀行に現金を入れてる。だから現金が好きっていう文化もあるかなとちょっと思いました。はい。そんな感じです。いかがでしたでしょうか。見本の支払い方法、決済方法のお話。ぜひ皆さんの国ではどうなってるか教えてくださいね。はい。特に韓国、なんでそんなにキャッシュレス多いんですかっていう質問です。はい。じゃあそんな感じで今日は終わりにします。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとお知らせですけど、今日の日曜日の夜9時から、多分このポッドキャストが、公開されるのが多分7時だと思うので、その後の9時から、YouTube ライブでアンパッキングという可愛いゲームをしながらちょっとお話ししたいと思いますので、ぜひ皆さん、参加お待ちしております。コメントでね、皆さんお話できたら嬉しいです。はい。これからゲームの YouTube ライブを増やしていこうかなと思いますので、リクエストあればぜひコメントで、教えてくださいね。はい。ホラー系をやってくださいとか、なんかサイレントヒルっていう書いてる人いたんだけど、もう私死ぬから無理、それは。無理。夜寝れないっていうか、進まない前に。はい。ということで。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、Patreon、こちらのメンバーも募集しておりますので、お待ちしております。はい。今日はこんな感じで。また次回。さようなら。